日は豚の角煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は豚の角煮を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、炊飯器で簡単に作れる豚角煮レシピをご紹介していきます。お肉がですね、とても柔らかく仕上がる方法などをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラブロック、卵、小松菜、長ネギの青い部分、生姜、にんにく、お酒、お水、醤油、みりん、蜂蜜、塩、サラダ油。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずですね、豚バラのブロックなんですが、こちらは約 500g になります。だいたい400から 500g ほど用意してください。そして卵と小松菜ですね、こちらの2つはトッピングで使用していきたいと思います。そして長ネギの青い部分と生姜に関しましては、こちらは豚肉の臭み取りになります。そして味付けのポイントです。今回は蜂蜜を少し入れていきます。蜂蜜のコクが加わることでお肉に照りが出て、さらに味わい深い仕上がりになります。そして今回炊飯器で炊いていくんですけれども、その前に一度サラダ油で焼いていきます。そうすることでお肉の余分な油を取ることができて、ギトギトせずにさっぱりとした仕上がりになります。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まず生姜ですね、こちらは薄切りにしていきます。皮付きの状態で大丈夫です。生姜はこのように薄切りにしておいてください。続いてニンニクです。ニンニクはですね、包丁の腹を使って潰しておきます。このくらいで大丈夫です。このように潰して、もし芽がある場合はこちらは取り除いておきましょう。はい、このように取り除いておいてください。この芽に関しましてはえぐみの原因になりますので、取り除けるときは取り除いておきましょう。ではもう一つも同じように潰していきます。そしてニンニクの芽も取り除きます。ニンニクはこのように潰しておいてください。それでは続いて豚バラブロックを切っていきます。こちらだいたいね 3,4 センチ幅で切ってください。結構ねお肉が縮むので、気持ちね大きめに切っていただくといいかなと思います。はい、このように切りましょう。お肉の準備はこれで OK です。それでは続いてお肉を焼いていきます。まずはじめにサラダ油です。先ほども言ったんですけれども、豚バラのブロックは結構脂身があるんですが、このように別の油でね焼いていただくことで余分な油を取り除くことができます。そしたら火にかけます。火加減中火です。このままですね、一度30秒ほど油を温めてください。あとはですね、フライパン全体に油を伸ばします。はい、で中火でね30秒ほど温めたら、この脂身を下にして焼いていきます。この時ね結構油跳ねしてくるので、やけどしないようにだけ十分に注意して焼くようにしてください。そしてこのままですね、中火で軽くね全体に焼き色をつけながら焼いていきます。ここでねあんまり焼きすぎるとお肉も硬くなるので、焼き色をね軽くつけるイメージで OK です。この後ね炊飯器で煮込んでいくんですが、最初に焼いておくことでお肉の旨味をギュッと閉じ込めることができます。はい、今ねだいたい1分ぐらい焼きました。そしたら焼く位置を変えてください。だいたいねこのぐらいですね、焼き色がついてれば OK です。裏返すとね結構油跳ねするので、やけどしないようにね注意してください。だいたい1面30秒から1分ぐらい焼いていただくといいかなと思います。はい、そしてまた焼き色がついたら裏返します。全体をね焼いていきましょう。だんだんねフライパンも温まってくるので、焼き色がついたらね別の面を焼き始めちゃって OK です。はい、 OK です。今ねトータルでだいたい4分ほど焼きました。全体にねこのように軽く焼き色がつけば OK です。そしたらねお肉を取り出します。
はい、このぐらいを目安に焼き色をつけてみてください。フライパンの中を見ていただくとわかるんですが、このようにね、豚肉の余分な油が出てきます。それではね、炊飯器の釜を用意してください。今回は3合炊きの釜で炊いていきます。ただですね、3合炊きだとちょっと小さいので、5合炊きがあればね、5合炊きがおすすめです。それではですね、まずお肉を並べます。ちょっとギリギリかな。ちょっとね、キツキツなんですが、このようにお肉を入れます。そしたらですね、ここにお水を入れます。そしてさらにお酒も加えてください。こちらのお酒は今回日本酒を使っていきます。料理酒はね、塩分が入ってますので、塩分の入っていない日本酒などを使うようにしてください。こちらもですね、一緒に入れていただくとお肉の臭み取りの効果があって、さらに肉質も柔らかく仕上げることができます。続いてここにみりんですね。甘みも一緒に入れていきます。なのでね、さらに蜂蜜も最初に加えておきます。お醤油に関しましては、このタイミングで一緒に入れてしまうと、お肉のね、赤身の部分がすごく硬くなってしまいます。なので、醤油はね、後から加えていきます。これで一度ね、混ぜてください。蜂蜜がね、しっかり混ざるように混ぜましょう。甘みをね、最初に入れていただくことでお肉も柔らかくなって、かつ甘みのコクが加わってとても美味しい仕上がりになります。そしてよく混ざったらここに生姜を入れていきます。こちら臭み取りですね。あとはニンニクです。ニンニクを加えていただくと味にパンチが出てきます。そしてあとはですね、長ネギの青い部分ですね。こちらも一緒に入れていきます。これも臭み取りになります。このようにセットしたら、まず通常炊飯してください。時間で言うと60分ですね。炊飯器の種類によって炊飯時間が変わる場合がありますので、こういったストップウォッチなどで60分測ってしっかりね、60分間炊飯してください。あとですね、炊飯器によってはですね、中の状態によって60分と表記されてても40分ぐらいでね、仕上がってしまう時があります。なのでね、必ず時間を計っていただくといいかなと思います。それではこのまま60分通常炊飯していきます。それでは炊飯している間にトッピングの小松菜とあとは卵を茹でていきます。まず小松菜ですね。小松菜はですね、根元の部分に切れ込みを入れます。このように十字になるようにだいたい2センチぐらいですね、切れ込みを入れておいてください。それでは小松菜を茹でていきます。まずですね、お鍋にたっぷりめのお湯を沸かしてください。そしてこの中に塩を加えます。そして塩を加えたら、まずはじめに小松菜の根元部分だけをお湯の中に入れます。そして10秒ほどですね、このまま茹でてください。この時ね、やけどしないように注意しましょう。はい、そして根元部分をですね、10秒ほど茹でたら葉の部分も一緒に入れていきます。そしてこのままですね、20秒茹でます。なのでトータルですね、根元部分から茹で始めてから30秒茹でてください。茹で上がった後は氷水に浸すので、氷水をね、用意しておきましょう。はい、20秒経ったので火を止めます。そして小松菜を取り出して氷水の中に入れます。よいしょ。小松菜はですね、すぐ氷水にこのように浸してください。だいたい1分くらいですね、浸していただければ OK です。そしたらですね、このお湯をこのまま使って卵を茹でていきます。もう一度火にかけて再沸騰させてください。はい、くつくつ沸騰しました。そしたら卵を入れていきます。割らないようにね、そっとお玉で入れてください。そして卵はこのまま8分間茹でていきます。はい、8分経ちました。そしたら火を止めます。火を止めたら卵も同様にすぐ氷水で冷やすようにしてください。はい、このように冷やします。卵はですね、すぐ氷水で冷やさないと卵の白身が殻にくっついてしまいます。なので茹で上がったらすぐ氷水で冷やすようにしてください。こちらはだいたい10分ほど冷やしておきましょう。はい、それでは先ほどの小松菜ですね、こちらキッチンペーパーでしっかり水分を拭き取ってください。あとはですね、食べやすい大きさに切っていきます。まず半分に切って、そしてあとは揃えて切っていきます。はい、小松菜の準備はこれで OK です。それでは続いてゆで卵の殻を剥いていきます。こちらですね、まず卵の丸い方ですね、こちらにひびを入れます。そして一皮剥きましょう。あとはですね、親指の腹を使って卵を撫でるように剥いてみてください。そうするとですね、綺麗につるんと剥くことができます。
はい、こんな感じです。このように殻を剥いてください。それではね、残りも同じように殻を剥いていきます。はい、ゆで卵の準備はこれで OK です。このように殻を剥いておいてください。はい、今ね1時間炊飯が終わりました。先ほども言ったんですが、炊飯器の種類によって1時間よりも早く炊飯が終わる場合だったりとか、あとは1時間経っても炊飯が終わらない場合があります。なので必ず時間は計りながら炊飯するようにしてください。今ですね、お肉がすごくねプルップルな状態です。そしたらですね、最後味付けにお醤油を回しかけてください。そしてね、優しく混ぜましょう。あとはこちらですね、先ほど殻を剥いたゆで卵も一緒に入れます。そしたらですね、上にねキッチンペーパーをかぶせてください。そうすることでね、上の部分もしっかりね味をつけることができます。一度しっかりねペーパーを浸してください。はい、 OK です。それではですね、こちらをもう一度炊飯器に戻して、この状態で40分通常炊飯してください。早炊き機能とかをね40分だったりするので、早炊き機能を使っていただいても OK です。あとはね、こちらも先ほどと同じように40分間しっかりと測っていきます。はい、今ね40分経ちました。この量をですね3合炊きでやると途中でね溢れ出てきそうになってしまいます。このようにね少し音がしてきて、中がねいっぱいいっぱいの状態になってしまいます。今回私はですねちょっと無理やり3合炊きでやっちゃったんですが、5合炊きで行うようにしてください。もしね3合炊きでやる場合は半量で作ってみてください。はい、では仕上がったので蓋を開けます。じゃじゃーん、このように仕上がってます。そしたらキッチンペーパーを外します。炊飯最中にね少し余裕があったら、お肉をねひっくり返したり、卵をちょっとね裏返したりして炊飯してみてください。はい、お肉もねすごくプルプルな状態に仕上がってます。それではですね、こちらはこのまま一旦軽く粗熱を取ります。粗熱を取るときはもう一度ねキッチンペーパーをかぶせて粗熱を取ってください。はい、角煮の粗熱が取れました。ペーパーを取り外します。このようにねしっかり味も染みて美味しそうに仕上がってます。それではね盛り付けたいと思います。はい、これで豚の角煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。お肉はですねこのようにプルプルでとても柔らかい状態に仕上がってます。そしてこちらが卵ですね。こちらも味が染み込んで美味しそうに仕上がってます。最後は小松菜を添えて仕上げてます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうです。すっごいもうプルップルです。いただきます。お肉が柔らかくてすっごく美味しいです。そして味もしっかり染みてます。油の部分はねもうプルップルです。では卵もいただきます。いただきます。卵にもしっかり味が染みててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚の角煮のポイントです。まずですね、今回の分量なんですが、今回私は約 500g のお肉を3合炊きの炊飯器で炊きました。3合炊きだとねちょっとね炊飯器が小さいので、3合炊きの炊飯器を使う場合は半量で作っていただくとちょうどいいと思います。もし今回のように 500g の分量で作る場合は5合炊きを使っていただくのがおすすめです。私みたいにねキツキツにやってしまうと2回目の炊飯の時にちょっと溢れそうになってしまいます。なので半量で作る場合は味付け調味料は全て半量で OK です。長ネギの青い部分に関しましては1本分入れていただいていいんですが、ニンニクと生姜もですね半量でいいかなと思います。そして作る時のポイントです。まず豚肉なんですが、こちらは食べやすい大きさに切って、その後はサラダ油で表面を軽く焼いてください。まずですねサラダ油で焼いていただくことでお肉の余分な油を取り除くことができます。余分な油を取っていただくことでギトギトせずにとても美味しい角煮に仕上がります。そしてこの焼く時に関しましてはかなりね油が跳ねてくると思いますので、やけどだけには注意しながら焼くようにしてください。今回私はですねだいたいトータルで4分ほど焼いてます。こちらの焼き時間は目安にしてみてください。さらにですねこのようにあらかじめ表面に焼き色をつけることでお肉の旨味をギュッと閉じ込めることができます。そして1回目の炊飯の時はお水、お酒、みりん、蜂蜜、こちらのね調味料
料などを加えて炊飯してください。1回目のタイミングでお醤油も一緒に入れて炊飯してしまうと、お肉の赤身の部分がすごく硬くなってしまいます。なので醤油は必ず2回目の炊飯で加えるようにしてください。1回目の炊飯でお酒と、あとは甘み系の調味料を入れていただくことで、お肉がとても柔らかくなって、かつ甘さに深みのある美味しい仕上がりになります。今回蜂蜜を加えてるんですが、蜂蜜を加えていただくことでとてもコクのある仕上がりになります。もし蜂蜜がダメな場合は、お砂糖を大さじ 1.5 杯ぐらいで代用してみてください。そしてですね、1回目炊飯が終わったら取り出して、お醤油とあとはゆで卵を加えて炊飯してください。2回目の炊飯なんですが、先ほども言ったんですけれども、今回の分量で3合炊きで炊飯すると、たまにねボコボコボコっと溢れてくる時があります。なので炊飯器の大きさと量には注意していただけたらと思います。そして炊飯する時間なんですが、炊飯器の種類によって最初に表記されている時間よりも長く炊飯してしまう炊飯器や、あとは短く炊飯が終わってしまう場合もあります。なのできちんとねタイマーなどを使って時間を計っていただくといいかなと思います。1回目は60分、2回目は40分炊飯するようにしてください。あとは粗熱を取って召し上がってみてください。そして今回炊飯器を使ってるんですが、炊飯器の中にもし匂いがついてしまった時は、炊飯器の釜の半分ぐらいまでお水を入れて、そこにですねクエン酸を 20g ほど入れて一度炊飯してみてください。そうするとね匂いが取れると思います。クエン酸は100円ショップなどにも売ってると思いますので、ぜひチェックしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚の角煮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。